サワディーカー。タイ在住野菜ソムリエプロ、健康料理研究家の青です。今回のサラディクッキングはパッポンカリー。あれ？プーパッポンカリーって言うんじゃないの？と思う方もいるかもしれないですね。はい、確かにオリジナルはプーパッポンカリーで、プーはカニのことです。カニがドーンと入っているのはなんとも贅沢ですよね。でもカニ高いんですよ。シーフード天国のタイでも高い。なので今回は誰でも家で簡単に作れるようにカニ以外で作ってみます。手軽にシーフードミックスを使ってフライパンで作るタレパッポンカリーをご紹介します。その前にプーパッポンカリーというタイ語をちょっと解説してみましょう。この単語プーパッポンカリーと区切っている方が多いのではないでしょうか。タイ語を覚える前の私がそうだと思っていて、今でもつい癖でパッポンカレーと言ってしまいます。パッポンってシーロムにある通りの名前をちらっと思い浮かべてしまうのは私だけでしょうか。ちなみにパッポンストリートのパッポンは人の名前、パッポンさんから来ています。繰り返しになりますが、プーはカニです。パッは炒めるという意味のタイ語で、パッとのとの音がタイ語らしく消えたものです。ポンは粉、カリーはカレー、ポンカリーでカレー粉のことです。この料理、日本語ではカニのカレー炒めと言われることもありますが、正確にはカニのカレー粉炒めなのです。料理名にカレー粉とつくだけあって、カレー粉あっての料理とも言えます。実はカレー粉というのはインドにはありません。そもそもカレーという料理もないんですけどね。イギリス人がインドっぽい料理をカレーと呼んで親しんで、誰でも簡単に作れるようにとカレー粉を作ったのでした。もともとインドでポルトガル人がスパイスたっぷりの煮物などの料理をカリルと呼んでいたことに始まります。ゴアでよく取れるカニを使ったインド風ポルトガル料理がマカオで中華風にややアレンジされて、カレークラブ、カリーハイという料理になりました。ここに原型があるのかどうかは分かりませんが、プーパッポンカリーについて語る場合、発祥とされるレストランソンブンシーフードの名前を出さないわけにはいかないですね。こちらは1990年にオープン。新型コロナ禍の最中に改装工事をしてリニューアルされたスリボン支店です。1969年にサムヤン地区で創業者夫婦が息子さんの名前を店名にしてシーフードレストランをオープンしました。目玉になる料理を出そうとカニを選んで、シェフと一緒に研究を重ねて作り出したのがプーパッポンカリーです。タイカレーが辛くて食べられない外国人のために考えたという説や、家族のために作ったカレー炒めに卵を加えたら大好評だったという説もあります。完成したこの料理を日本人観光客が大喜びで食べ、ガイドブックでも紹介され、やがて外国人観光客の間でもよく知られるようになったのでした。店の前には英語で The Original Red Curry Club とあります。英語のメニューではフライドカリークラブにもなっています。これが目の前に出てきたらなんともテンションが上がりますね。でも実は食べづらいのがちょっと難点。よく通な方は殻を外したカニ肉だけで作ってもらう料理をおすすめしています。注文の時はヌアプーパッポンカリーと言うといいでしょう。確かに食べやすくていいですが、手をベタベタにくっ
口の周りを汚しながら食べるのも醍醐味のような気もします。孫文シーフードのこだわりを考えたら、この店ではオリジナルの殻付きを食べるのがいいのかななんて思ったりもします。元祖は孫文シーフードですが、今では多くの店で出していますので、食べ比べてみてもいいですね。さて、それでは元祖のプーへのこだわりを全く無視したもはや別料理なのかもしれないタレーパッポンカリーの作り方をご紹介します。料理名の前に材料名をつけるので、エビだけ使うならコンパッポンカリー、イカを使うならプラムパッポンカリーとなります。タレーは海という意味ですが、料理名に使う場合はシーフードのことを言います。では材料2人分です。今回は手軽に冷凍シーフードミックスを使います。あらかじめ海水くらいのしょっぱさの塩水で戻しておいてください。30分から1時間くらい、解凍できたらざるにあけてキッチンペーパーで水分を抑えておきます。ここだけちょっと手間ですが、シーフードを解凍するときにはこうすると美味しいのです。赤いパプリカ1/2個は細くカットします。本来のタイのレシピではパプリカは使いません。タイ人は唐辛子を使います。タイには比較的大きな辛さ控えめの唐辛子があるので、それを利用することが多いです。もちろん辛くしたければ普通の唐辛子を使います。細ネギ3本 3,4 センチにカットしておきます。根だけ捨てて白いところも使います。玉ねぎ中サイズ1/2個細切りにします。カレー粉大さじ1、メーカーによって風味が違いますが、私は左の瓶入りを使っています。ニンニクはタイのシェフたちでも使う人と使わない人がいます。お好みでいいと思いますし、潰すだけでもみじん切りでもいいと思います。ここから調味料です。オイスターソース大さじ2、ナンプリックパオ、タイチリペーストとか呼ばれていますね、大さじ2、ナンプラー小さじ1。ナンプリックパオが混ざりにくいので、ここでしっかり混ぜます。4倍速にしてみました。あと牛乳、私は豆乳を使いますが、こってりが好きな方はココナッツミルクでもいいでしょう。タイ人シェフによってはカーネーションというエバミルクを使います。これを 100ml 加えます。ここでもまたよく混ぜましょう。それから卵を2個入れて、あまり溶きすぎない程度に混ぜておきます。ここまで用意できればもうできたも同じってくらい。この後は簡単です。ココナッツオイル適量。ここでもう一度材料をまとめておきます。動画が消えたというか撮れていなかったんだと思いますが、編集がちょっとあたふたとなってしまいました。材料については備考欄にもまとめておきます。フライパンにオイルとニンニクを入れて点火します。香りが出たら玉ねぎを入れて炒めます。ここからはずっと強火にしてください。柔らかくなってきたらパプリカを加えます。なんかちょっと油が多いんですよね。ココナッツオイルってサラサラしていてドドッと入ってしまいました。実を言うと確かにオイルが多い方が美味しいんですよね。お店の料理が美味しいのはオイル効果もあるかもしれません。でもヘルシーに仕上げるのであればもう少し少ない方がいいような気がします。まあココナッツオイルだからいいかとそのままにしちゃいました。カレー粉を入れて油となじませています。いろんなシェフの作り方やレシピ本を見ると、調味料の中にカレー粉を加えて一気に仕上げるものが多いです。
私もそれが楽だしいいなと思って料理教室でもそのように教えてきたんですが、生徒の皆さんすみません。最近はやはりカレー粉は先に油で炒めた方が美味しいと思ってレシピを改良しました。調味料に混ぜちゃった方が楽というならそれでももちろんいいと思います。いよいよ仕上げ、シーフードを入れて炒めます。ほぼ熱が入ったかなという状態で合わせておいた調味料とネギを投入します。クリーミーな状態で火が通ったなと思ったら出来上がりです。火が通りすぎるとボサボサになるので気をつけてください。加熱時間はあっという間なので下準備だけをして、ご飯とかお箸とかお皿とか食卓もセッティングして、食べる直前に火を通して出来たてを食べるのがいいですね。はい、完成です。いかがですか？思ったより簡単だと思いませんか？ぜひチャレンジしてみてください。シリーズもっと身近にタイ料理、今回はオリジナルからはちょっと遠くなりましたが、手軽に楽しめるタレパッポンカリーを紹介しました。次回もっと簡単な方法をお知らせします。なんと電子レンジであっという間に作っちゃいますのでお楽しみに。この動画が参考になったとか作ってみたいと思ってくださったら高評価ボタンをお願いします。励みになりますのでチャンネル登録もよろしくです。それでは今回はこの辺で。サワディーカー、コップンマーカー。